おはようございます。エリックです。今日はですね、7月の8日水曜日になってます。今はどこに向かってるかというと、奈良のライダーズカフェヴィンテージに遅めのお昼ご飯を食べに行こうかなと思って走ってます。時間はもう4時半ぐらいかな。ヴィンテージがね、閉店が早くなっちゃったんで、それをちょっと忘れてて、ちょっと急ぎ気味で行ってます。あそこのね、フィッシュフライが大好物で、たまに食べに行くんですけど、今日はのんびり行こうと思ってたら仕事してたらね、時間がなくなっちゃったんで、ちょっと急ぎ気味で行ってます。で、今日の動画の目的というか、ここ最近ね、チャンネルの運営についていくつか工夫というか、し始めたことがあったんで、それについて話そうかなと動画回してます。大きな変更点としては、字幕対応をしました。8言語かな、字幕をね、つけました。で、ただ自分は日本語しかね、ネイティブじゃないんで、間違ってたらコメントでこっそり教えてほしいです。翻訳もね、完璧じゃないんで、間違ってるとか、なんかエラーみたいなのが起きる時があるんですよ。なので、できたらネイティブの人が見て、おかしいなっていう時は、ちょっと教えてもらえたらいいなと思ってます。助かります。今ね、チャンネルの登録者がありがたいことに285かな。ようやく1年ぐらいかな。本格的にやり始めて多分1年弱ってとこかな。300人弱の方に登録していただいてありがとうございます。まだまだね、これからって感じなんですけど、最近ようやく手応えを感じ始めてきたところです。本当にありがとうございます。1年でね、300人、多分そんなに早くはないんですけど、着実に増えてるんで、本当にありがたいなと思ってます。今後のチャンネルの方向性なんですけど、とりあえずは登録者500人の再生時間1年で3000時間っていうラインですね、収益化ラインを目指していきたいなと思ってまして、一応今のままいけば、3000時間のラインっていうのは多分あと半年もあれば超えるかなっていうところです。今ね、元ブログで YouTube で食っていくというか、ある程度収入を得るってなかなか難しいんですよね。もともとやってる人めちゃくちゃ多いし、分母も多い中で自分の動画がめっちゃ面白いかつ、そんなに面白いというよりは知識系というか旅系のやつなんでね、なかなかいきなり爆発的に伸びることはないと思うんですよ。のんびりのんびり伸びていくと思って。なんで長い目で見つつ、そうですね、いつかは YouTube である程度収入を得て、今本業でね、パソコンでお仕事してるんですけど、そのお仕事しながら半分 YouTube やりながら旅しながらみたいな、そういうところを目指してね、いければめちゃくちゃいいなと思ってますけど、難しいと思ってて、多分半分も成功率ないだろうなっていうのがすごいシビアに見た時の自分の見立てですね。そんな感じでございます。いやー、YouTube しんどいっすよね。多分知り合いにもやってる人いるし、いろいろ聞いてみたところ、やっぱり昨今厳しい。なかなか YouTuber だけでは食ってくるのは難しいみたいで。どうですかね。できるだけ頑張ろうかなと思ってます。ダメだったらね、ちょっとやりたいこともいろいろあってね。いやもうね、人生が短いって思って最近、やりたいことやってたら一瞬で終わっちゃう。いろいろ考えますよね。やりたいこと、人生の残り時間。夕日が。もう夏っすね、マジで。4月入って、梅雨も多分もう明けたんだろう。梅雨明け宣言は見てないですけど、多分梅雨はもう明けて、ここからね、晴れ続きになるんで、気温もぐんぐんと上がっていくんではないでしょうか。いやー、夏つらいね。クールエンジン乗ってる人頑張りましょうね。景色いいよね。この道路はね、何回見るねってくらい多分動画に登場すると思うんですけど、夏どこ行こうかな。とりあえず暑くなったらサップしに行きたいんですよね。スタンドアップパドル。もう一個のチャンネルで動画1本だけ出してますけど、知り合いのね、かき氷屋さんがあるんで、ここついでに寄って、余裕あったらキャンプしようかな。いつも通り小瀬市に入ってから少し南に下って裏道を走ります。めちゃくちゃ、いいね。何回言うねんって感じだけど、ここの景色は綺麗なんですよ。好きなんですね。わかりますこのなんだろうな、すごい味があるんですよね。この景色は風情がある。私もね、奈良は気持ちいいです。本格的に暑くなる前に冷却は 50% いきますね。なんか夕立ちきそうな空模様ですね。YouTube ね、動画編集が
まあなんせめちゃくちゃ時間かかるんですよね。動画作る人たちに聞くと、割と簡単な動画でだいたい1分あたり1時間かかる。20分の動画を作るなら20時間っていうのが素材、取り込んでトリミングして切り分けている分を抜いて、でそれを再構成して組み立てて、そのつなぎ方、トランジションっていうんですけど、じわっと切り替わるとかパッと入れ替わるとか、そういった切り替えの設定を全ての継ぎ目のところに設定して、自分だったら字幕付けのでアフレコシーンのみたいななんせやること多いんですよね。人によってはね、ある程度成功している YouTuber さんで時給計算したらね100円切ってたっていう時も全然あるっていう感じなんですよ。もうそういう世界なんですよね。だからもう3日に一遍とか動画上げてる人本当に化け物かと思うんですよね。自分も1本の動画作るのにだいたいそうですね20時間かかってるかなぐらいだと思います。結構ねかかるんですよ。字幕がね、なんせ1本字幕入れるのに20分の動画だったら 5,6 時間、長めの30分の動画だったらだいたい 7,8 時間かなぐらいはかかります。もちろんね字幕の量にもよるんですけど、今みたいにこう喋ってたらどんどん字幕が増えていくっていうねそう結構大変なんですよ。なんでね、自分のも高評価してほしいけどね、他の人たちの動画もね、ぜひぜひ高評価してあげてください。マジでみんな頑張ってるんで。回りっぱなしだな。やっぱこれ正常じゃないんだな。自分が受け取った時点でねこの状態だったんで、いわゆる日本は暑いしこんなもんかみたいな小規模メーカーではあるんで、対応しきれてない部分があるのかなと思ってたけど、そうでもないみたいですね。燃費落ちるにしろ、でもやっぱリーンで真夏乗るっていうのは、リーンっていうのはリーンバウンド、ガソリンが空気に対して割合が少ない状態で燃えてるリーンバウンドですけど、燃焼温度が上がるんですね。ただそれは置いとこうややこしくなる温度が上がるんですよ。そしたらピストンのアルミの一番頭がね溶けて抜けちゃうんです。もしくはピストリングのところ棚落ちって言って喋ってたら通り過ぎたわ本日の目的地ライダーズカフェヴィンテージに到着しました。自宅から約 30km ぐらいで散歩ツーリングにちょうどいいんですよね。ラストオーダー15分前です。ちょっと遅くなってしまいました。時間まだいけます？全然それはいいですけど。すいません。フィッシュフライバーガーとジンジャーエール。フィッシュフライバーガーとジンジャーエール。店内はいかにもアメリカンダイナーな雰囲気で、バイク好きにはたまらない空間です。ピンボールマシンが並んでいたり、棚にはミニカーコレクションが飾られています。オーナーさんの私物でしょうか、旧車の GPZ も店内で展示されています。席数も結構ありますし、駐車場も広いのでツーリングで立ち寄りにも最適ですね。私はもっぱら平日の昼下がりに行くことが多いですが、お気に入りのお店です。大好物のフィッシュフライバーガーが運ばれてきました。とてもボリュームがあって、揚げたてサクサクのフィッシュフライがたまらんですね。もちろん通常のビーフパティのハンバーガーも絶品で、様々な種類があります。他にもたくさんのメニューがありますので、ハンバーガー以外も選ぶことができます。とても居心地が良く素敵なお店ですので、ぜひ一度立ち寄ってみてください。美味しいハンバーガーを食べて満足したので、またのんびり自宅に戻ろうと思います。ヴィンテージでフィッシュフライバーガーを食べてきました。相変わらずのボリュームと、あと美味しさですね。そこ以上のフィッシュフライバーガーは今んとこ食べたことないですね。自分の好みにね一番合うなって思います。本当に。いやーうまかった。今日はもうあと家帰って仕事をしないといけないので、XD はちょっと走ったら結構満足感がありますね。楽しかったってなるもんね、走り終わったら。やっぱり体に伝わってくる刺激と楽しいんだろうな、純粋に運転が。音とか軽さとか、刺激が多いんだろうな、こっちの方が。本当に楽しいバイクです。なのでなんとなく動画撮ってみましたけど、たまにはねこういうのもいいかなと思ってます。絶対どっかにね出かけないといけないわけじゃないんで。ヴィンテージのハンバーガーはねボリュームが
めちゃくちゃあるのと、やっぱフィッシュフライがね、サクサクで本当に美味しいんですよ。山の向こうから見える淡い光がめちゃくちゃ綺麗ですね。夕焼け見れるかな今日。ちょっといつも行ってる展望台に寄ってみようかね。まだ時間ちょっとあるし。最高の気分転換ですね。本当に。自分の動画はどんな人が見てるんだろうって気にはなってるんですけどね。こう字幕、外国語対応、8言語かな対応した。あと結構海外の方もね、見てくれてるみたいで、いやー、すごいなと思いながら見てます。確かにアメリカのローカルのツーリングのスポットとかね、日本語字幕ちゃんとつけてくれてるチャンネルあったら嬉しいよなと思いますよね。自分はっていう前提にはなりますけど、アメリカってぶっちゃけ有名な州の場所を知ってるぐらい、ミクロの視点では知らないんで、例えばフロリダ州のどこに何があるみたいなのは全然知らないんですよ。やっぱり有名どころの名前は知ってるけど、絶対場所までは分かんなくて、有名な観光地ってなんだ、グランドキャニオンとかがあると思うんだけど、有名どころ多分ね、地図ポンって見て、それどこにあるって言われたら、いや、分かんないっすってなるんで、そういうのを見れるチャンネルを、日本語対応してるチャンネルとかあったら見たいな。逆に視聴者側の意見として。自分はね、なんか日本にちょっと興味があるというか、日本ローカルのことを知りたい海外の人とかにも見てほしいんで、外国語対応を始めたんですけど、始めた理由っていうのが、一番何が理由かっていうと、自動翻訳があんまりよろしくない。全然伝わってねえなっていうのがあって、海外の動画を自動翻訳、日本語の自動翻訳で見ると、英語で喋ってる内容と字幕が全然違うかったりするんですよ。いや、だから、伝わってねえなと思って、だからうちの動画もこれじゃあかんわってちゃんと読めるようにしてるんですよね。その表示時間とかも自動翻訳だと文がぶった切られて分けられてすごい離れてるみたいな、伝わるかなみたいな状態になってたりするんで、これはダメだわと思って、で英語はサムネと概要欄字幕作ってちゃんと対応して、残りの7言語かなは一応字幕だけっていうことで提供させてもらってます。やっぱりその対応も結構時間かかるんで、本業やりながらだとね、なかなか難しくて出してもらってます。はい。今6時、家を4時過ぎかなに出て、ハンバーガー食べて戻ってきて6時ぐらい。2時間だけどね、なんかツーリング行ったなーっていう気分にはなりますね。それが本当に XP の PL のいいところだと思います。楽しいね、本当に。トレンチスキルは近場を散歩バイクにしてはかなりいいと思ったよな。これを見てる人の中で UL 買おうかなって思ってる人がいたら、そうね、遠距離メインで使いたいっていうならちょっと考えないといけないかなっていうところはありますね。ただ近中距離のそこまで長距離走らない100キロ150キロとかかなぐらいのツーリングを楽しむ人だったら選んでいいと思う。目視確認も全くせずに車が飛び出してきました。映像では伝わりにくいですが、肉眼では目の前に飛び出てきた感じです。ミラーで気づいて減速し始めたので止まることができました。イライラするのは良くない。でも今のタイミング違えば疲れとる。もうなんかこういうのでね、ツーリングで楽しかったなーって気分台無しされるの本当嫌っすよね。で、こういうのね、動画に使うの自分はあんま好かんのっすよね。そりゃインプレッション稼げるっすよ。ぶつかりそうになりましたとかさ、こけました、事故りました。一回ね、高野山の下りで自分が R1100 で走ってる目の前でね、スクーターの子がこけたことがあるんですけど、やっぱちゃんと撮れてましたよ。しっかりがっつり撮れてましたよ。家帰ってそこを消した。いや、人様のそんな姿で、いやだってそのガチへこみなわけじゃないですか。いや、そんなんで、一応ね、こけたから大丈夫ですかって声かけて、スマホ落ちたから拾いに行ったりはしたけど、いや、もうそんな人様の不幸でインプレッション稼ごうなんかやりたくねえんだわ。というわけで、でも今回のやつは自分が危なかったからいいか。いいのかな。でもあれ使わなかったら動画中いきなり怒り出した人になるもんな。いやー、やだね。安らかに平和にシンプルに行きたい。楽しいことだけ考えよう。結局人間の怒りっていう感情は、あんまり
メリットってないんですよね。デメリットの方が多いんじゃないかな。本当にいいことないんで、自分はね、わりかし気にしないっていうのもすごい大事だと思ってて、まあ嫌なことあったな。でも自分にとってそこまで実害がない。まあ取るに足らないというか、ことに関してはもう気にしない。めちゃくちゃ大事だと思います。それにとらわれてる時間の方がもったいないんで、もうそこですっぱり終わらせる。こうそういうのを心がけてやってますね。というわけで、さっきのはもう気にしません。はい、終わり。通勤時間帯だから、それなりに混んでますね。日没時間何時？なんか夏前ぐらいからね、日照時間なくて、なわけないわな。そんな天変地異起こるわけないんだけど。5時20分で太陽があの高さにある。そんなもんか、例年そんなもんだっけって最近よく思ってます。いやー、いいね。なんだろう、ちゃんとツーリング行って帰ってきた気分になってる。せいで2時間なのに。こんな楽しいバイクがいいんでしょうか。いいね、いい景色だ。いや、いい日だね。ちょっとだけ展望台寄って帰ろうかな。以前バンライフのチャンネルにも登場した展望台に寄ろうと思います。残念ながらメインのルートは二輪通行禁止になっていますので、西から上がっていく別のルートでいつもの展望台まで登ります。展望台に到着しました。日没まではまだ少し時間がありそうな感じがします。途中自販機で買ってきた缶コーヒーを飲みながらのんびり日没を待ちます。展望台の上空には無数のツバメが飛び交っていました。何もしない時間って本当に贅沢ですよね。到着して40分ほど過ぎたところで、いよいよ夕日が真っ赤になってきました。待った甲斐あって、とても綺麗な夕日を眺めることができました。展望台でゆっくりのんびりしていい気分転換になったっす。3時間ちょっとかな。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ短い動画にまとめると思うんですけど、もしよろしければ高評価とチャンネル登録、気軽にコメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock